気持ちよく倒したから。ママのパパだ。耳の周りがちょこっと目を開けたりして、あれがちょうど毛が生え変わったからね。食べてる。あれ多分なんか人間なんで頭が出てる。疲れて
見て見て、この。ねえねえねえなちゃん、このさ、キングペンギンめっちゃ綺麗じゃない？めちゃくちゃ綺麗じゃない？めちゃくちゃ綺麗。早速ですね、皆様にかっこいい姿をお見せしていこうと思います。
よ。さあですが、まだまだペンギンさんたちいますね。ペンギンさん飛び込みですよ。分かってますか？と思います。それではいきます。1、2の3。あれ、一応飛んでくれませんでした。実はですね、ペンギンさんたち飛び込む気が全くないようで、みんなの手に持っているお魚に夢中です。さあ、せっかく泳いでいるペンギンさんもいるので、そちらにもお食事あげていきましょう。こちら、アジというお魚です。よく取れるお魚で、どこで暮らすペンギンたち、基本的にこのアジを食べて生活をしています。またですね、このフーコルトペンギンたち、1日に2回、1日合計でですね、約 600g ほどのアジを食べて生活をしています。数で言うと大体20匹ぐらいになります。さあ、またですね、水中でのお食事の様子、ご覧いただければと思いますが、ペンギンたちとっても目がいいです。ですので、水中で落ちている魚も上手に感知して食べることができるんですね。さあ、水中でのお食事の様子、ご覧いただいたところで、はい、お帰りなさい。さて皆様、ペンギンといえば寒い地域で生活しているイメージを持たれる方多いかもしれません。はい、ですが、この今お食事をもらっているフーコルトペンギンですね、寒いところには生活して生息していないんです。シリやペルーといったサボテンが生えているような暖かな地域に生息しています。ですので、日本の温暖な気候がとても人間の漁業によって餌となる魚が減ってしまったり、またですね、過去には人の手によって繁殖地や生息地が破壊されてしまうなんていったことがあったのです。はい、そのため漁業に関しましては、ペンギンたちの生息地の離れたところで漁業を行うことで、ペンギンたちの生息地の魚を守っています。はい、また繁殖地や生息地につきましては、節電や節水、あとですね、いい野菜がゴミが少ないなどといった小さな心がけにさっきの餌を投げてもらってキャッチして食べるなんてことはしていないんです。はい、野生下ではですね、生きているお魚を泳いで捕まって食べています。ではなぜこのようにキャッチして上手に食べれるのかと言いますと、このフーコルトペンギンたちですね、ほとんどが長崎県生まれ、長崎県育ちです。かと言いますと、どのペンギンがどのくらいの数お魚を食べたのかを把握しやすくするためにこのように投げて餌をあげているんですね。さあ、そんなお話をしているところで、私の方から最後のお話をしていこうかと思います。ペンギンさんが子供のペンギンさんになります。はい、皆さん子供のペンギンさんといえば小さな体のペンギンを想像される方多いかもしれませんが、体の大きさは大人のペンギンさんと変わらないんです。はい、では何が違うのかと言いますと、ご覧の通り体の模様が違います。はい、大人のペンギンさん、白と黒の模様がはっきりしているのに対して、子供のペンギンさん、グレーがかった曖昧な色をしているのお分かりでしょうか。